さて、テレビアニメ進撃の巨人ファイナルシーズン完結編前編、今月ですね、3月3日、1時間スペシャルで放送となりました。ようやくお届けできて、お話しできることも増えたと思います。まず、今の心境から、梶さんいかがでしょう？そうですね。お話しできることは正直あまり増えてない気も僕的にはするんですけど。例年的にはそうかもしれない。そうね。まだね、最後まできっと見ないと分かんないでしょうから。そうね。まあでも、一つ、進んだなと思いますし、まあでもこのアニメジャパンやりますよっていう時のコメントに、その頃には完結編も放送し終わってるんでしょうか？何かお話しできること増えてるんでしょうかって言ったんですけど、終わらなかったですね。終わんないし、増えてもなくてね。まあね、まだ後編が残っているっていうことですけども、でもさっき改めてね、本当にこのアニメジャパン最後かもしれないとか、こうやって話をする機会も減っていくのかなと思うと、本当この一瞬一瞬を大事にしなきゃいけないなっていう、なんか内容とリンクするような気持ちはやっぱありますかね。なんか本当に最後かもしれないってすごく進撃らしいなっていう。そうですね。じらされてます。ねそしてどうでしょう、石川さんはね、完結編、改めて前編を。はい。そうですね。前編、でもめちゃめちゃいいところというか、すごい気になる終わり方をして、いや、だからこそなんかこう、なんかもどかしいというか、早く続きが見たいという気持ちもありつつ、でももう次がね。そう。アニメとしてはすごく続きが気になるっていう、めちゃくちゃいい出来なんですけど、原作のその物語としては終わってしまうとなっていう喪失感がね。ちょっとすごく複雑な気持ちもありつつ、でも今回の前編の中にも、たくさんのドラマというか悲しい展開もあって。ありましたね。確かに、今しか話せないこともあるなと思います。ありがとうございます。本当になんか最後の途中というか、完結を歩んでるのって本当今しかないと思うので、井上さんはいかがでしょう？はい。ちなみに皆さん前編、まだ見てないよっていう方、どれぐらいいらっしゃいますか？ほぼいない。こっち上げさせてごめんね。ほぼいない。でも今日多分ネタバレしますけど怒んないでくださいね。怒んないでくださいね。最後言っていただける。本で読んでるから大丈夫。大丈夫。OK。よかったです。2名ほどね。はい。そうですね。やはり、こう、アフレコした時に感じたものと、実際にこう、オンエアを見て、こう感じるものって自分の中では結構違って、そうね。こう自分の中ではこうだなって思いながら演じていたものが、改めてこう、完結編前編を通して客観視してみると、なんかアルミンの考え方とか、自分がこうだなって思っていたものが本当になんか、いくつかこう変わる部分が多くあって、本当にこう、完結編後編に向けて、改めてアルミンの気持ちを思い直したなっていう感覚です、今は。どこでこうなったんだろうとかも、改めて考えたりしますよね。そうですね。やっぱりこの作品って、毎回自分が演じていく中で、演じた後、オンエアした後、そしてこのように振り返る機会がたくさんいただけて、本当に何度も何度も、この作品の自分のキャラクターの気持ちや、他のキャラクターたちの思いみたいなものを、何度も繰り返し考えることによって、また、進んでは戻りすることによって、ものすごくなんか本当、毎回考え方とか、新たな発見だったりとか、こういう考えやこういう道もあるんだなっていうのを、本当に毎回気づかされてるなって思ってますね。本当に一瞬一瞬本当に選択して今に続いてるんだなっていうのを感じた、そんな前編ですが、さあここからはですね、皆様のそんな印象的だったシーンを映像とともにちょっと振り返っていきたいと思います。まずはね、ではアルミンのアルミン・アルレルトのシーンから参りましょう。ご覧ください。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当ここだけ。ここがあってよかった。ここがあってよかった。いくつか、選ばせていただいた中の一つのシーンで、やはり今回は、兄との、
思いに一つ決着をつける回というのは、アルミンにとっては、ある種、そうですね、人間としての、人としてのあるべき感情を一つ、ここに置いてきたなという感覚ですね。はい。やっぱり兄との関係ってすごく自分の中でも、ずっと不思議というか、複雑な思いを持っていて、やはり一人の同期であった、友人であった彼女と、やはり一期の時に、アルミンと兄って、すごくちょっと不思議な、関わりや感情や思いを感じていて、その当時ってまだもちろん連載中でしたし、どういう思いなんだろう。でも、アルミンにとって、兄ってエレンやミカサに対する思いと、そして同期のみんなに対する思いと一つ違う何か感情があるなと思っていて、それがその時はもちろん恋愛だとは思っていなかったんですけど、こうして演じていく中で、やはりアルミンにとって兄という存在が幼馴染たちとは違う別の、ある種、一人の男の子としての感情を抱いていたんだなというのが、しっくりきたというか、そういったシーンでしたね。はい。兄にとっては、アルミンの今の言葉が生きる希望になったと思うし、アルミンにとっても幼馴染組と別の希望というか、そういう対象になったのかなっていう。そうですね。で、かつ、この先、共に歩む道ではない。けれども、兄の幸せをただひたすら願うしかないという、その、お互い、通じるものや感じるものはありつつも、それでも大切に思うからこそ、ここに置いていくという気持ちで、この先の前編に関しては演じさせていただきました。この間、兄役の、島村優ちゃんとも会ってお話ししたんですけれども、優ちゃん的には、優ちゃんもまだ実は最後までコミックスを読んでいないということだったので、今の優ちゃん的には帰りを待ってるという言葉をいただいたので、この先、きっと待ってくれてるんじゃないかなと思ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。アルミンが兄に会いたかったからだとね、思いを告げるシーンご覧いただきました。さあ、続きましては、ミカサ。参りましょう。ミカサアッカーマンのシーンです。こちらご覧ください。